いやー、ファイナルファンタジー5の時魔導士を模した可愛いミラプリですね。今にもスローガって声が聞こえてきそうです。いやー、可愛いですね。可愛い家なしララチャンネル。おはい家なし、皆さん、これはあくまで家庭の話なんですけど、ロドストから吸い出したミラプリ情報を元にしてミラプリを自由に検索できるようになるサービス、それとミラプリの AI 診断をするサービスがあったら嬉しいですか、それとも嫌ですか。冗談です。こんな時事ネタを取り上げたのは理由があって、この話以前私がしくじった話と似てるなぁと思い、その思い出話がしたくなったのと、私自身まだちゃんと腑に落ちていないことがあり、皆さん教えてくださいの気持ちを込めて取り上げました。酒のつまみにでも聞いてください。まずは家なししくじり話から。2年以上前の話だったかと思いますが、東京ビッグサイトであるスクエニオンリーの同人誌即売会が開催されていました。今でこそ私にはエロ同人誌しか読まない印象がこびりついているかと思いますが、家なしアンチの印象操作も甚だしくて、私が一番好きなのは全年齢オールギャグ本。特に作品内のキャラクターが総出で毒にも薬にもならないしょうもないこと言ってるやつが大好きで、昔は FF の全年齢オールギャグ本を求めてコミケに赴き、女性ばっかのドアウェイの中、そしてサークル主や他の参加者からの隠しきれない私お前のこと警戒してます的な波動を浴び続けながら、作品が見たいだけです許してと気まずそうにしながら本を漁っていました。2年前の時も同じモチベーションでビッグサイトに突入していろいろ見て回ってたんですが、案の定つぼった本がたくさんあったので散財。この面白コンテンツみんなにも紹介したいという思いがあって、当時登録者2000人くらいだった家なしララチャンネルでスクエニオンリーの同人誌即売会に潜入と題して私が好きだった同人誌を何冊か紹介しました。そしたら紹介した本のうちあるサークル主の方からクレームが入って、正確には私に直接入ったわけではなかったんですが、どうやら嫌がっているらしいという話を聞き、急遽本人に直接謝罪した上でその動画を非公開にしたのでした。確か事前に言ってくれればというのがご本人の段だったと記憶しています。で、時間経ったから正直に告白するんですけど、当時はあんまり納得がいっていませんでした。例えば X の鍵垢にポストしてた内容だとか、自分の机の引き出しにしまっていた日記だとか、そういうクローズドなものを引っ張り出されて、これ面白いですって喧伝されたら嫌ってのはわかるけど、誰かと共有したいというモチベーションを持って同人誌を作っているのだから、その受け手がおもろっと思って他人に布教する活動になぜケチをつけられなければいけないのか、なんでそれ事前に許可取らなきゃいけないのという心境だったんですね。あの時私が紹介した同人誌の他のサークル主の方から、私は気にしてません、紹介ありがとう的なカラリプがあったのも私はちゃっかり認識していて、自分自身も自分の動画が他のメディアで前向きに紹介されたら嬉しく思う派なので、別にこの俺様が紹介してやった感謝しろなんてスタンス取るつもりは1ミリもないんですが、生地そっちのカラリプの方が自分の感性とはシンクロするので、正直腹落ちはしないなと当時は思っていましたが、今振り返るとやっぱ青臭かったなと思っています。何が青臭かったかというと2つあって、1つはそんなごちゃごちゃ理屈こねなくても一言事前に断りを入れた方が相手も気持ちいいだろうがいってところが青臭ポイントの1つ目。もう1つはオープンな環境とクローズドな環境の日で考えていたところです。例えばなんかよくわからんけど常時配信されている渋谷のスクランブル交差点みたいな環境もあれば、 X で鍵かけてるわけじゃないけど身内20人ぐらいでフォローし合って喋っている環境もあれば、同人誌即売会のようにその気になれば誰でも入れるけど一応入場料という壁を設けて、なんとなく似た思考を持つ人だけで集まることを意図した環境もあるわけで、ドオープン、オープン、まあまあオープンみたく、その環境の公共性ってグラデーションがあるよなと。で、さっき私がクローズドな環境のものをオープンな環境に引っ張り出されるとそりゃ嫌だよなと共感したことの要点は、より公共性の高い場に引っ張り出されると嫌ということですから、だったらまあまあオープンやらまあまあクローズドやら、そういう微妙なサイドの環境でのアウトプットをよりオープンな環境にさらされることに不快感を覚える人がいるっていうのは、それは理屈としてもいてもおかしくないし、否定するものじゃないよなと振り返ったものです。言い方ちょっとむずいんですけど、私だけの話で言えば、例えば X で巨乳甘さどお姉さんに一晩中食べられたいというポストをしたとして、そのポストが翌日イギリスの BBC ニュースに取り上げられても何とも思いません。なぜなら私は X に何か発信する以上誰に見られても結構という気持ちでやってるからです。なのでさっき言ったより公共性が高いところに引っ張り出されると不快に思うという感情自体に今も共感はしてないんですが、おそらく私は相当面の皮が厚い方だと思いますし、深いスイッチが入る敷地は人それぞれですし、そして何よりあれから2年活動を続ける中で同じぐらいの敷地で不快に思う人そこそこいるんだなってところも見えてきたので、俺が共感できないからという理由で文句言うのではなく、そういう感情を抱く人もいるということも尊重しないとなって、尊重というかなんていうか、少なくとも理解はしないとなと今では思い直している次第です。
それはそれとして同人界隈には動画でタッチしないようにしています。話が長くなったんですけど、家なししくじり話は以上です。で、このしくじり話、今回の本筋であるミラプリ検索サイトと話が似てるなって思ったんです。規約違反云々の話は後でするので、今はこのサイトが規約上問題ないという前提のもとで喋るんですけど、別にロドストという誰でも見られる環境で各々ミラプリ公開してるんだから、別の誰かがその情報を引っ張り出して検索できるようにしたところで何が悪いの？いやだってお前誰でも見られるロドストでミラプリ公開してんじゃん。嫌ならロドスト側の設定を変えればいいだけで、サイトの管理者にサービスの停止なり自分のキャラは削除してってお願いするのはお門違いでしょって思う人もいるんじゃないでしょうか。というかそういうポストを X で複数見かけました。間違いなく2年前の私なら同じことを思ってました。ですがロドストはパブリックな環境とはいえ、素データだけがゴロッと転がってるという意味ではオープン度合いで言うとそんなに高くはなくて、その海に埋もれていた自分のミラプリが外部サイトによって検索性が向上し、結果としてより不特定多数により見つけられやすくなるっていうこと、これを不快に思うって人が一定数いるっていうのもさっきと同じ理屈で、私は別に嫌じゃないけどでも理解はできるなというのが今の私の感想です。嫌と思わない人と嫌だと思う人が分かれるんだし、とすると作り手としてはうまいこと見極めるしかないですね。そのサービスを不快に思う人がコミュニティの中でどれだけいるか、そしてそのサービスが与える便益がいかほどか、この2点によってコミュニティに受け入れられるかどうかが決まってくると思います。誰も不快に思うようなサービスでなければ当然受け入れられるでしょうし、とんでもなくニーズを満たしてしまうサービスなら多くの人に嫌われようとも定着化しちゃいますしね。ただこのサービス、ミラプリの検索ができるようになるっていうだけなら普通に便利サービスだと私は思うので、嫌に思う人が一定数出てくるのは想像つきつつも、正直ここまで荒れることはなかったと思うんですが、2点ほど全然関係ないところで失点したんだろうなとは思っています。1点目は今しがた話題に出ましたけど AI です。使わなきゃよかったのに、なんでこの界隈で AI 使った。個人的に自分のミラプリに誰かが魂込めて品評してくれるなら結構嬉しいんですけど、ファイナルファンタジー14に特化されたわけでもない汎用 AI からのべたんなコメントもらったって全然嬉しくないという感覚があって、個人的には AI っていう嫌われがちな側面だけが悪目立ちしちゃってるなって印象です。それともう1点はまとめサイトによる宣伝の公言です。いやなぜ言ったし、もうありありと想像ついちゃうんですけど、みんなが嫌いなまとめサイトの管理人たちはおそらく他の誰よりもファイナルファンタジー14のコミュニティに対し、どんな話題を投下すれば燃えるかイコールインプレッションが取れるか熟知しているはずです。このミラプリサイトの話を拡散してほしいと持ちかけられた時、きっと管理人の方はこんなん絶対燃えるっしょ、インプレッションは取れるからいいやって思いながら記事にしたんだろうなと思うと草を禁じ得ませんでした。その後のサービス停止まで美味しく記事にされてしまい、この話題まとめサイトだけが真の勝者になって終わってるやんけと意図わびしい思いになりました。この世はアテンションエコノミーだ言って炎上覚悟で初速かます戦略だったのであれば、目論見通り言ってよかったねではあったんですが、あんまりそういう意図的な感じにも見えなかったので、だったらサービスそのものの価値は別にしても AI とまとめサイトという嫌われ者の二大巨頭でサンドイッチしちゃったのはもったいないなと思った次第でした。この件の感想は以上です。で、最後に皆さんに教えてほしいことがあります。このサービスが規約違反と言っている方、何をもって規約違反と指摘していますか？私も立場上14の著作物利用条件とか14の利用規約とかまあ見てる方だと思うんですけど、そしてめっちゃ規約違反だっていうポスト見るんですけど、皆さんどこの項目に抵触していることをもって規約違反だと言っているのかなと思って、いくつか文面だけ読めばそれは規約違反だよねって納得できる点はあって、もし14のミラプリ掲載しつつアフィリエイトをゴリゴリ使っていたら商用営利目的の使用になるから、著作物利用条件の3の丸1の括弧1に引っかかるので NG ってのはわかるんですが、私はあのサイトでアフィリエイト使っていたところを直接見たことがないのでそこには触れませんし、じゃあアフィリエイトを撤廃していたとしたらあのサイトは規約違反になるんでしょうか？どうなんだろう。あのサイトに登録された情報を削除するのにロドストにてスクエニ ID とパスワードを使うようガイドしているそうなんですが、それが利用規約の第7条で禁止されている本サービスにおけるユーザーの情報スクエニックスアカウント ID、パスワード、ユーザー名などを本サービス内で他社に使用させる行為に該当するということなんでしょうか？事実、ガイド先のサイトって本当にロドストなの？フィッシングサイトなんじゃねえの？本当に ID とパスワード入力していいのかよと不安に思ってる人もいるみたいなので、そういう不安を喚起させることにつながる当該行為がよろしくないっていうのは理解はできますが、条項で禁止されているのは本サービスにおけるユーザーの情報を本サービス内で他社に使用させる行為だから、外部サイトでロドストに入力喚起させることを本サービス内というのは拡大が過ぎるようなという気もしていて、
ちなみにじゃあそもそもロドストからミラプリ情報をぶっこ抜いて検索性を高める行為、それ自体は NG なのでしょうか。チャット GTP に各種条項を食わせて壁打ちしたんですが、私の判断としてはここについては規約違反だという判断です。というのも利用規約の第9条プレイヤーデータにて次のような記載があります。ユーザーは当社のサーバーに蓄積されたユーザーのプレイヤーデータその他の情報についていかなる知的所有権請求権その他何らの権利も有しないものとし、それらを複製頒布その他使用する権利及び削除する権利を当社または当社の指定する管理者に与えたものとします。要はロドストの情報を複製する権利は俺と俺が認めたやつに与えられており、お前らに何も権利はないということ。じゃあ複製する権利も二次利用する権利も我々にはないですね。じゃあロドストの情報をスクレーピングしたら規約違反ですねってことですね。はい。一個強調したいことがあります。私はこのサービスは規約に反していると思うかと問われれば違反していると思いますという回答になるんですが、だからといってこのサービスは消えてなくなるべきだとは一言も言っていません。規約違反イコール消えるべきと思ってないということです。スクエニはスクエニでコミュニティにて出てくるものいちいち規約違反かどうか精密検査してアウトだったら総出でぶっ飛ばしまくるみたいな動き求めてないんじゃないかなと思ってるからですが、この話に立ち寄るとまたそれはそれで動画一本物なのでここでは立ち入らないこととします。ここで言いたいのは X で結構快不快とは別に規約違反にも言及してる方いらっしゃるけど、あのサイトにおけるどの機能を対象に何の条項に抵触することをもって規約違反と言ってるの、今私が見つけたこいつを指して言ってるの、普通に自分の知識を補填するために教えてほしいって気持ちで伺ってます。ぜひ教えてください。以上です。定期的に湧いては消えるいつもの時事ネタの割に妙に動画化したいモチベーションに駆られたなぁと我ながら思ったんですが、多分自分は快不快の話と規約違反の話は切り分けて考えるべきことだ。快不快で言うと私は不快とは思わないが、不快と思う人の気持ちも今はわかるわ。規約違反で言うと規約違反っぽいけど、みんなここの記載をもとにそう言ってるの。この3つが言いたくてあるいは聞きたくて動画化したんだろうなと思っています。それとあともう1個だけ、今回はいろいろやらかしポイントこそ見受けられますが、経済的欲求なり承認欲求なり多少の下心が混ざれど40のコミュニティのためを思った活動自体はめちゃくちゃいいことだと思っています。いいことというか貴重なことだと思っています。死にゆくコミュニティにそんな動きないし、今回いろいろぶったたかれてますし、今回ぶったたかれるべきではないとはみじんも思ってないんですが、やらかしたところは改善すれば良いだけの話であり、一度やらかした人が二度と出てこなくなるよう再起不能になるまで叩きのめす風潮、あるいは再び出てきたところに過去の話を引っ張ってネチネチ一生叩き続ける風潮は好きではありません。仮に同じ人なり別の人なりが新しいサービスを提供するとして、そこに対して快不快に思うのは人の勝手で正解がある話じゃないんですけど、あの時のあいつだからクソとかそういう目線は極力排したいなと思ってますし、あとは規約違反だとか休止しようかなとかそういう突っ込んだコメントするときはきちんと裏取りなり本当にマジでそう思ってるのか自問自答してから発言したいなとは思っています。別に皆さんそうなれというつもりはなく、私が改めて感じたことでした。それにしても14コミュニティって定期的にこういうのあるからやっぱ面白いですよね。名調って MMO ではないからか、なんていうか水の色が美しすぎるというか何も起きないので、やっぱ MMO の方が進んでる感あるよなって思います。皆さんこの話のどこに快不快を感じましたか、あるいは何も感じませんでしたか。この話ってどこが規約違反だと思いますか。規約違反だとしてこのサービスは消えるべきだと思いますか。皆さんの感想や情報提供をお待ちしております。あと誰か私の夏のミラプリ作ってください。以上です。家なしララは限られた時間で面白コンテンツを最大限楽しむためのチャンネルです。今後作成する動画もお見逃しのないようチャンネル登録よろしくお願いいたします。動画化するまでもない小ネタは X で話していますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。さらに表では言いにくい裏話をメンバーシップで話していますので、そちらも何卒おついえなし。